こんにちは。今回は2000円以下のプチプラの BB クリームノーファンデ下地で本当に1本でいいのはどれかを検証していきます。 BB クリームやカバー力のある下地には1本で仕上がるとよく書いてありますよね。本当に1本でいいものなんてあるの？あったらめちゃめちゃ便利だなって思ってたんです。そこでアラフォー、姿勢肌、毛穴とシミが気になる私の肌で本当に1本で長時間綺麗なものはどれかを10時間検証していきます。今回試したのは2000円以下でここ数年で発売したかバズったもの、あと口コミの評価が高めのものを選びました。で、今回使う6品を3つのジャンルに分けて半眼ずつ10時間検証しました。で、検証1回だと結果に差が出るかなと思って事前に2回使ってみています。まず保湿感を謳ったモイストタイプです。ファシオエアリーステイ BB ティントモイストです。2023年9月に発売されたものです。アットコスメの評価は7段階中 5.2、リップスでは5段階中 3.92 でした。商品の特徴は1本で日焼け止め、化粧下地、ファンデーションの役割があって乾燥崩れを防いで潤いツヤ美肌が長時間持続するそうです。 SPF35 PA3 プラス、あと無香料でノンコメドジェニックテスト済みなのも嬉しいところです。顔に塗布していきます。スキンケアした肌に塗っていきます。スキンケアは普段は5品ぐらい使って念入りにしてるんですけど、今回は軽めにしました。ベースメイクが1本で済むアイテムを使いたいっていう人は多分スキンケアもパパッと済ませたいのかなと思ってキュレルの化粧水の重ね付けとキュレルのフェイスクリームを重ねただけにしました。ファシオは3色展開で一番明るい01ピンクベージュを選びました。 BB クリームの塗り方なんですが、目の下三角ゾーンを中心に塗り広げて指に残ったものを顔の側面に塗り伸ばしています。で、おでこには比較的しっかり塗って鼻や口周りは薄く塗りました。こうすることで一品で仕上げてものっぺりしたベースメイクっていうんじゃなくて立体感が多少出るかなと思います。ちょっと鼻横のたるみ毛穴に BB クリームが溜まっていました。ロージーローザのマルチファンデブラシで優しくかき出したら綺麗に取れました。速乾性はそこまで高くないので修正しやすいかなと思います。で、全体的に塗ったらスポンジで肌の表面を優しくポンポンしていきます。これで余分な保湿感を取り除いて、この後パウダーをつけるんですけど、パウダーが多くつきすぎないようにしています。あんまり強くするとせっかく塗った BB クリームが剥げちゃったりムラになったりすると思うので、ソフトタッチに集中してポン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 していきます。で、頬の赤みが目立つ部分は BB クリームを重ね塗りしました。で、なるべくムラにならないように指で慣らして、で、最後に少しスポンジでポンポンして BB クリームの塗り終わりです。後でお粉はしますが BB クリームの仕上がりはこんな感じです。シミは完全に隠れないけどカバー力低めのファンデくらいにはあらを隠してくれていると思います。すっぴんと比べるとそこそこ綺麗かなと思います。で、パールが入っているのでその分少しツヤ感はあるかなと思いました。次、ケイトのザ・ BB カバー&モイストコーティングです。アットコスメだと7段階中 4.9、リップスだと5段階中 4.06 の評価がありました。で、こちらは一塗り隙なしハイカバー持続 BB ということで、乾燥悩みの方に潤うのにベタつきにくいツヤ肌仕上がりだということです。SPF20PA2 プラスで日焼け止め効果は少し物足りないかなと思います。香りは無香料ですが原料の香りなのかな、かすかに甘い香りがしますが注意深く嗅がない限り気がつかないレベルです。こちらもノンコメドジェニックテスト済みです。で、ちなみにケイトではカバー&オイルブロックタイプも売っています。姿勢肌さんにはそちらが向くのかなと思ったんですけど、ただ成分を見たら酸化亜鉛が成分表の4個目に載ってたんですね。なので今回は試しませんでした。で、酸化亜鉛自体は悪い成分じゃないんですけど油を固める性質があるので姿勢肌の私の場合毛穴詰まりにつながりやすいなって思っています。酸化亜鉛が成分表の5個目、6個目ぐらいまでにあると毛穴が詰まりやすく思うので買わないようにしています。
でこのモイストタイプも酸化亜鉛は入ってるんですけど、成分表の後半の方に記載があるレベルなので買ってみました。で顔に塗り伸ばしてみると結構緩いせいか、指で塗り伸ばすだけで深めの毛穴にも薄く伸び広がってくれる感じがしました。今回試したアイテムの中では肌に伸ばす動作が一番少なくて済むかなと思いました。私の肌では毛穴に溜まる感じもなかったです。でさっきと同じように塗ってパフで優しく押さえてから顔の赤みが強いところに重ねました。カバー力が強めでない分、重ねてもあんまりカバー力が上がらなかったかなと思います。BB クリームの塗り終わりはこんな感じです。自分でも録画を見て驚いたんですけど、結構顔の側面のたるみ毛穴のところに塗り漏れがありました。カバー力が高くない分、塗った場所と塗っていない場所の差が分かりにくいのかなって思いました。伸びがいいからといって油断せずに鏡であちこち見ながら仕上がりをチェックするのが大事かなと思いました。次にお粉をしていきます。コーセーのメイクキープパウダーをブラシでのせました。ブラシで最初につけたところが多くつくので T ゾーン、フェイスライン、頬の順でのせています。でこの2つの BB はモイストタイプなのでお粉をちょっと多めにつけないと肌のベトベト感が気になりました。なのでちょっと頬もそこそこ多めにつけてるかなって感じです。でお粉をするとケイトの塗り漏れたところも特に気にならなくなりました。10時間後の状況です。ファシオもケイトもカバー力がだいぶ薄まっている感じがしました。ファシオは少し毛穴落ちしていました。ケイトは毛穴落ちは気になりませんでした。皮脂をティッシュオフするとこんな感じです。ティッシュには色がほとんどついていませんが、ファシオは少し毛穴落ちしていました。ケイトは毛穴落ちは気になりませんでした。カバー力がどのくらい残っているのかをクレンジングしてみてみたらこのくらいでした。どちらもすっぴんよりかは綺麗にカバーしてくれているけど、カバー力は高めではないなと思います。2つの感想です。別の日に使った感想も含めてお話ししていきます。ファシオのモイストのいいところは日焼け止め数値が中程度ある、保湿感があって塗り広げやすい、簡単にメイクが仕上がるところです。で気になる点はメイクした時に少し毛穴落ちしていました。時間経過後は皮脂に溶けて小鼻は少しよれるかなって思っています。でメイクを落とした後に角栓が白く目立っていることが気になりました。一言でまとめると、私の毛穴とはあまり相性が良くなかったのかなという印象です。ケイトのいいところは保湿感があって塗り広げやすい、毛穴落ち、崩れが目立ちにくい、角栓が育ちにくい。気になるところは日焼け止め数値が高くない、カバー力は物足りない人もいそうだなっていうところです。時間経過後は多少崩れてるけど汚く崩れないのですごく印象がいいです。で個人的には日焼け止め効果が物足りないので、日焼け止め効果の高い化粧紙たちと一緒に使いたいなって思いました。今度は高機能タイプです。スキンケア効果やメイク効果で高機能な表示があった2つを比較しました。1つ目がモイストラボ BB エッセンスクリームです。アットコスメでは 5.1、リップスでは 3.93 の評価です。シワ改善ができる超潤う BB クリームということで、シワ改善有効成分のナイアシンアミド配合の医薬部外品になっています。で1本で美容液、クリーム、UV カット、化粧下地、コンシーラー、ファンデーションの6薬があると書いてありました。で4色展開のうち明るい方のナチュラルベージュを選びました。で SPF50 プラス PA4 プラスで日焼け止め効果は十分にあります。無香料ですが、これもかすかに甘めの原料臭がします。肌に伸ばすと薄づきで伸び広がってくれます。カバー力は今回試した6つの中では一番低めだと思いました。この検証の日はすごく乾燥していたせいか、小鼻は少し毛穴に溜まって毛穴落ち状態になりました。毛の密度の高いブラシで毛穴に溜まったものを優しく掘り起こしたら綺麗に取れました。
映像にちゃんと映せてなくてすみませんが、MAC の 270S というブラシを使っています。で、事前に2回試した時は毛穴落ちしなかったので、この日の空気の乾燥とか私の肌のコンディションのせいもあったかなと思います。で、スポンジで優しくポンポンしてから頬の赤みが強いところに重ねました。でもあまりカバー力は重ねなかった感じがします。で、BB クリームの塗り終わりはこんな感じです。カバー力は高くありませんが、すっぴんと比べるとちゃんと綺麗になっているかなと思います。高機能な BB クリームの2つ目は毛穴パテ職人エッセンス BB クリーム N です。2色展開の明るい方を選びました。アットコスメでは 5.2、リップスでは 3.91 の評価です。いろんな効果がパッケージに書いてあって、どこから読めばいいのっていうぐらいなんですけど、どういう役割があるかというと、毛穴パテ効果、化粧下地、ファンデーション、コンシーラー、美容液効果、UV カット効果、小じわカバーができるように書いてあります。あと、プリズムカバーパテ処方で光の力で均一に薄まくカバー、一日中崩れないとか、持続型保湿オイルが入っている、ブルーライトカット成分配合、ピュアレチノール誘導体、コラーゲンなども配合されているということです。で、SPF50 プラス PA4 プラス無香料ですが、これも少し甘い原料臭があります。で、肌に伸ばすとカバー力がすごく高いことがよくわかると思います。私も塗りながらって思ってます。で、今回使った BB の中では一番カバー力がありました。で、この検証の日は空気が乾燥していて、スキンケアも乾き始めていたせいか、指だけで薄く伸ばすのはかなり難しい印象を持ちました。密着力カバーパウダーというだけあって、速乾性があって、正直塗り伸ばしにくかったです。別の日に試した時はそこまで空気は乾燥してなくて、指で塗ってもそこまで伸ばしにくいっていう印象はなかったんですが、やっぱり乾燥した日に使う時には伸ばしにくいかな。保湿をもっとしっかりして使うっていう方がいいかなと思いました。指で塗ると深めの毛穴は埋まらずに、でも厚くついたところは早速毛穴落ちしてしまいました。で、密度の高いブラシで伸ばしてみましたが、速乾性があって乾いてしまったので修正が難しかったです。たるみ毛穴の頬、開き毛穴の鼻も結構毛穴落ちしました。これはブラシで伸ばした方がいいなと思ったので、その後は指でささっと塗ってからブラシで毛穴に沿わせるような形で塗っていきました。でもそれでもなかなか開き毛穴の鼻なども結構毛穴落ちしました。で、頬の赤みに重ねました。カバー力は高いので、頬の赤みは綺麗にカバーできたかなと思います。すっぴんと比べるとかなりカバー力はアップしているのはわかるかなと思います。お粉をつけるとこんな感じです。10時間後はこんな感じでした。モイストラブの方が綺麗かなと思います。毛穴パテ職人はもともと毛穴落ちしていましたが、その後も毛穴が目立つ感じがしました。皮脂をティッシュオフしましたが、特にティッシュに色はついていなかったです。アップで見るとこんな感じです。毛穴パテ職人の方がかなり毛穴落ちしています。で、カバー力はクレンジングしてみるとこんな感じで残っていました。この日の夜にお風呂でクレンジングをした時に顔の両方とも角栓が育っている感じがしました。事前に2回試した時もこの2つの BB クリームは角栓が育っている感じがしたので、何か成分が合わないのかなって思っています。表示を見る限りオイル成分配合っていうのを強調されているので、そういう成分が何か合わなかったのかなっていう気もします。想像ですけれどもね。で、2つの感想です。モイストラボのいい点は日焼け止め数値が高い、スキンケア効果のある成分ナイアシンアミドがちゃんと入っている、時間経過後は汚くなりにくいと思いました。気になった点は塗布するときに少し毛穴落ちしやすい、あとメイクオフしたときに角栓が育っていた、あとカバー力が薄めかなと思います。で、毛穴パテ職人のいい点は日焼け止め数値が高い、カバー力が高い点です。気になった点は
速乾性がある分少し塗り広げにくいなと思う時があります。私の肌ではかなり毛穴落ちしやすいと感じました。カバー力の高いアイテムは私の肌ではだいたい毛穴落ちするので、これもそうだったかなという感じです。で、メイクオフ後にこれも角栓が育っていました。あと、産毛が目立ったり肌が毛羽立って見えることがあるなって思いました。事前に2回使ってみた時も産毛がなんだかキラキラして目立ったり、あと肌が毛羽立っているみたいに見えることがありました。産毛がキラキラする感じは産毛を剃ればその現象は薄まったので、もし毛穴パテ職人で産毛がキラキラして見えるのが嫌だなっていう方は産毛の処理をするといいかなと思います。でもちょっと毛羽立つとか塗った直後から毛穴の小さな角栓に絡まっている感じみたいなのはちょっと感じました。もしかしたらこの配合成分のパールが板状でとかっていうので、この粉成分にこだわって作ってらっしゃる感じがするので、そのこだわり部分と私の肌質が合わなかったのかなとかって思っています。で、この2つの共通点ですが、姿勢肌の私の毛穴とは相性があまり良くなかったです。パッケージにもオイル配合をアピールしてますし、ノンコメドジェニックテスト済みっていうアイテムでもないので、姿勢肌の私の毛穴とは相性が合わなかったのかもしれないですね。口コミは両方ともいいアイテムなので、肌に合う方もいらっしゃると思いますが、私の肌ではこういう結果でした。次、ロングラスティングタイプです。ファシオエアリーステイ BB ティント UV です。昨年の夏あたりにバズった BB はこちらかなと思います。アットコスメでは 4.6、リップスでは 3.93 でした。2023年4月発売で1本で日焼け止め、化粧下地、ファンデーションの役割があって、軽やかに馴染んでテカリ、崩れのない美肌が続く。汗、水、皮脂、マスク対応 BB ティントということで、13時間化粧持ちデータも取得されているそうです。SPF50 プラス PA4 プラス3色展開で01ピンクベージュを選びました。無香料でノンコメドジェニックテスト済みです。顔に塗ると簡単に塗り広がってくれます。ロングラスティング系のアイテムだから塗り伸ばしにくいのかなと思いきや、綺麗に指で伸び広がってくれました。で、指だけで塗っても簡単に綺麗に塗れますし、乾燥を感じるようなこともありませんでした。で、スポンジでポンポンして頬の赤みに重ねました。少しカバー力はアップしますが、そこまで高カバーなアイテムではないかなと思います。BB クリームの塗り終わりはこんな感じです。あらは全部隠れませんが、私的には外出も全く問題ないくらいのカバー力でした。すっぴんと比べるとこんな感じです。次、チャコットコスメティクスラスティングベースです。これも人気な商品だと思います。今回 BB クリームをメインで集めましたが、これは BB クリームではなくて1本で仕上がるタイプの下地です。で、アットコスメでは 4.9、リップスでは 3.96 の評価です。特徴としてはハイビジョン対応の透明なカバー力でソフトフォーカス効果もあるそうです。SPF50 プラス PA3 プラスで、紫外線吸収剤は不使用でノンケミカル処方だそうです。無香料になっています。2色展開の明るい方を購入しました。顔だとこちらも塗り伸ばしやすかったです。でもファッシオ UV よりもかなりカバー力は高いと思いました。仕上がりも綺麗だなと思います。ファンデーションレベルのカバー力なので、確かにノーファンデでいい下地だなって思いました。スポンジでポンポンしてから赤みに重ねたり、シミのところに重ねることでカバー力がちゃんとアップしてくれました。個人的には軽い色悩みだったらコンシーラーを使わなくてもいいかなと思うくらいです。ただ事前に使った時は少し毛穴落ちと乾燥を感じました。この下地の塗り終わりはこんな感じです。すっぴんと比べてもカバー力があって綺麗に仕上がっているかなと思います。お粉をつけるとこんな感じです。10時間後です。ファシオは汚く崩れていなくて乾燥も感じませんでした。で、チャコットはメイク後7時間経過後ぐらいから皮脂がかなり目立って鼻周りは溶けていました。
多分私が鼻をかいてしまったんだと思いますが、筋状にチャコットの下地の肌色の部分が溜まっていました。事前にチャコットでメイクした時も、メイクして5時間ぐらいは肌をマットにしてくれてるかなと思いました。5時間ぐらいするともう我慢の限界が来て爆発するみたいな感じで、急に鼻がテカってベースメイクが溶けるっていう現象がありました。なので一定の時間は皮脂崩れをキープしてくれるかなと思うんですけど、脂性肌の私の肌では長時間キープは難しい下地なのかなと思いました。あとチャコットはメイク後の毛穴詰まりが気になりました。この検証の日も含めて3回試したんですけど、使った翌日に鼻周りに小さいニキビができているっていうのがありました。もちろんニキビができる原因って様々なので、チャコットが原因かはわからないんですけど、チャコットを使った翌日は全部の日に鼻にニキビができてました。これチャコットがじゃあすごく悪いのかっていうと、検証するときに皮脂をティッシュオフしないでわざわざ10時間ぐらい放置するわけなので、その皮脂が悪さをしてるって可能性もあると思います。普通は皮脂が出たら気になったらすぐにティッシュオフするから、肌に皮脂がずっと残ってるっていうのはないと思うので、ちゃんと皮脂をティッシュオフしてたら毎回ニキビができるっていうことはないんじゃないかなって思います。皮脂をティッシュオフするとチャコットの方が色がティッシュについていました。で、皮脂をティッシュオフした後、チャコットは鼻周りに残骸の粉みたいなのが残っていました。でも指でトントンなじませると綺麗になじんでくれます。なので崩れるんだけど、特にテクニックいらずで修正しやすいかなと思います。ファシオ UV の方もちょっと残骸が肌に残ってたんですけど、トントンすれば綺麗になりました。顔をクレンジングウォーターで拭き取るとこんな感じです。両方ともそこそこカバー力が残ってくれてるのかなと思います。2つの感想です。ファッション UV のいいところです。日焼け止め数値が高い、塗り広げやすい、そこそこカバー力があってメイクの仕上がりが綺麗。皮脂テカリも長時間抑えてくれて崩れにくい、角栓が育ちにくいので、とても好印象でした。事前に2回使った時もいつもあんまり崩れてなくって、すごくいいなって思っています。気になる点としては、カバー力がそこまで高いわけではないので、カバー力の面で物足りないっていう方もいるかなと思いました。でも私個人的にはこれなら1本でもいけるかなって思いました。で、これは後日談なんですけど、気に入って使っていて14時間ぐらい使ったことがあるんですけど、そうするとさすがに角栓が育ちました。角栓が育ちにくいものだからといってあんまりにも長時間使うとやっぱり肌には悪いのかなっていう気がします。で、チャコットはいいところとして日焼け止め数値が高い、カバー力がしっかりある、5時間はしっかり崩れにくい、崩れた後の修正は簡単というところです。で、気になる点としては長時間のメイクだと溶ける、角栓が育つ、ニキビができやすいかもしれないと思いました。で、私なら短時間のお出かけで使いたいかなと思いました。で、このロングラスティングタイプ2つについては両方ともすごく優秀でした。冬の検証なので夏に使うと印象が違うかもしれませんが、脂性肌の冬のベースメイクアイテムとしては十分使えるんじゃないかなと思いました。次、色比較、耐水、摩擦検証をしていきます。全部の色を並べるとこんな感じでした。ちょっと腕のスウォッチだとケイトとファッションのモイストの順が検証の順と違ってしまっています。すみません。それぞれのアイテムでなるべく明るいカラーを選んだんですが、それでもかなり差がありました。腕の映像を撮ってる時は夕方だったので少し色味が分かりにくいかなと思って顔の上でも伸ばして写真を撮ってみました。こちらの方が分かりやすかったかなと思います。明るいカラーから毛穴パテ職人、ファシオの UV、ファシオのモイスト、チャコット、モイストラボ、ケイトの順でした。あと私は顔から汗がほとんど出ないので腕で耐水検証をしてみました。スウォッチに霧吹きで水をかけてみました。水を弾いたのは手前からファシオのモイスト、モイストラボ、毛穴パテ職人、ファシオ UV でした。ティッシュオフしてみたら色がついたのはモイストラボ、毛穴パテ職人、チャコットかなと思います。
ケイトとファシオモイスト、ファシオ UV は特にティッシュに映っていないかなと思います。もともと腕に厚めに液がついていてティッシュに映ってしまったっていう面もなくはないかなと思いますが、でもモイストラボ毛穴パテ職人チャコットはそこそこ落ちたかなと思いました。その後ティッシュで2往復こすってみました。肌色が濃いカラーは残っているように見えるかもしれませんが、多分私の肌色より濃いからそう見えている気がします。肉眼でも全体的に取れてるなっていう印象です。基本的に今回試した6本はそこまで摩擦には強くないかなと思いました。ではまとめていきます。検証を踏まえて特徴をまとめてみました。日焼け止め効果はこんな感じです。でファシオ UV モイストラボ毛穴パテ職人は SPF50 プラス PA4 プラスで数値的には同じです。でファシオ UV が一番ムラなく皮脂崩れもしにくく長時間肌についてくれました。なので私的にはファッション UV が一番安心感がありました。次、メイク直後の仕上がりの綺麗さはこんな感じです。チャコットはカバー力が高いので軽い肌悩みならこれ1本でコンシーラーいらずかなと思いました。毛穴パテ職人はカバー力自体は高いんですけど、毛穴が目立つ私の肌では必ず毛穴落ちをしてしまうので使うのが難しかったです。開き毛穴が大きいかどうかっていうところとか、産毛がどのぐらい生えてるかとか、そういうところによっても毛穴パテ職人との相性はあるのかなって思います。皮脂崩れのしにくさ、崩れの目立たなさっていう点ではこんな感じです。ファシオ UV は皮脂崩れしにくいっていうところで一番いいかなと思います。でケイトは多少崩れるんだけど崩れが汚くないっていうところで2位に来たっていう感じです。水への強さはケイト、ファシオ2つが強めかなと思います。で毛穴落ちのしにくさはケイトとファシオ UV は毛穴落ちしにくくて、ファシオモイスト、モイストラボ、チャコットは皮脂をティッシュオフした時に毛穴落ちが目立つ気がしました。毛穴パテ職人はこのアイテムは残念ながら私の毛穴とは相性が悪かったですね。でメイク後の角栓のつまらなさはこんな感じです。であと一つ前のパートで摩擦してみましたが、どれも摩擦には強くなかったです。なのでマスクメイクにはあまり向かないかなと思います。マスクを連続2時間以上つけるって日なら、私ならリキッドファンデかもう崩れる前提でファンデは諦めて多少補正力のある日焼け止めをつけて過ごすかなと思います。で検証を踏まえて姿勢肌アラフォーの私のお気に入りはこんな感じでした。長時間のお出かけで使いたいのはファシオのティント UV で、長時間のお出かけで乾燥も気になる日はケイトを使いたいかなと思います。でも UV 効果が低めなので日焼け止め効果がある下地を仕込みたいなと思いました。5時間以内のお出かけで1本でカバー力や UV 効果を求めたいときはチャコットを使いたいと思いました。ただその時も T ゾーンに皮脂崩れ防止下地を仕込みたいなと思いました。でこの3本が私的にはお気に入りです。今回の動画のテーマの通り、姿勢肌アラフォーの私的に1本で長時間綺麗に使えるのはどれかと考えると、私的にはファシオのティント UV 一択かなと思いました。お気に入りに選ばなかったアイテムは私には合いませんでしたが、アットコスメやリップスでは高評価かなと思います。私には合わなかっただけですので、今気に入って使っている方はどうぞ気になさらないでください。私に合わなかったっていうのは肌質とか肌悩みが影響していると思います。私と肌質や肌悩みが似ている方の今後のお買い物の参考になればと思ってこの動画を投稿します。最後に少し塗り方のコツなんですが、カバー力の高い BB クリームは保湿の足りない肌にのせると塗り広げにくくなるので、事前の保湿っていうのがかなり重要だなって思いました。こんな感じでこのチャンネルでは購入品のレビューや私なりのメイクのコツをお話ししています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。いつもコメントありがとうございます。どうぞ気軽にコメントください。ではではまた、バイバイ。